その場で旋回できています。プリミティアプレイヤーエールです。今回はスフィアホイールバイクを作ってみようと思います。ボールのような球体タイヤを装備していい感じに走らせてみたいのでうまくできたらチャンネル登録してもらえると嬉しいです。それでは作っていきましょう。まずは球体タイヤからですね。こんな感じで両軸化したモーターを動かしながらベアリングの軸を取り付けて半円状の部品を作ったらモーターの角度を90度変えてぐるっと一周貼り付けていきます。よし、これで球状のタイヤスフィアホイールができました。このタイヤは縦横2方向に回転するのでモーターの回転方向に進みながら横に滑ることができます。でも回転角度によって横への移動しやすさは変わってくるのでタイヤのすべてがベアリングでできたオムニホイールと比べると乗りやすさはいまいちです。こちらをもう一つ複製して前後につなげたら私が運転できるように運転席とハンドルを取り付けました。動力の仕組みはシンプルに左トリガーで1本のバッテリー、右トリガーで3本のバッテリー、両方のトリガーで4本のバッテリーで動くようにしています。充電部分に電気を逆流させているので、バッテリー消費のムラが少なくなるかと思いましたが、実際に乗ってみると、そのせいで極端にパワーが落ちているみたいです。そこでバッテリーの数を倍の8本にしてみると、さっきとあんまり変わりませんね。やはり電力を充電側に逆流させる仕様は大幅に出力を落とすみたいです。そこで充電の回路を取り外してみると、よし、一気に出力が上がりました。これなら気持ちよく走れるので、動力はこれで良さそうです。早速充電回路を外して、ついでに LED も追加したら、スフィアホイールバイクの完成です。乗ったまま体を回転させると、その場で旋回できています。ちょうど横に動きやすいタイヤの角度だったので、かなりスムーズな動きです。交代することはできませんが、これだけクイックに動ければ、機動性は十分ではないでしょうか。そして3段階の速度調整ができますが、一番遅いモードでもそれなりの速さで進んでくれるので、移動手段としてもなかなか優秀です。でも調子に乗ってスピードを出しすぎると急に壊れて動かなくなるので注意しましょう。そしてタイヤがなかなか重たいので海に入った時、沈んで回転を進むことができますが、タイヤが跳ねて浮かんでしまうせいで、そこまでの速度は出ないので、おまけ程度の性能です。そのまま水を出た後、壊れてしまいました。今度はカメラの位置を固定して、旋回性能を見てみると、スピードが出た状態で曲がった時、タイヤが横に滑ってドリフト走行をしてくれます。でもその分コントロールが難しくなって地面に落ちているものにぶつかってしまうので、ドリフト走行を楽しみたいときは周りを片付けておいた方が良さそうです。そしてドリフトのしやすさはタイヤの回転角度によっても変わるので、なかなか安定してくれません。ここから私の視点にした後、平らなワールドを走って速度を測ってみると、左トリガーの低速走行だと秒速 8.7 メートルくらい、右トリガーで出力を上げると秒速 14.3 メートルくらい、それから両方のトリガーを引いて最高出力にしても最高速度は同じでした。右トリガーだけを引いた段階でタイヤは限界まで回っていたみたいです。それでは最後は
こちらのスフィアホイールバイクに乗って行けるところまでツーリングに行きましょう。障害物にぶつからないようにうまく方向転換しながら進んでいくと、古代の要塞の兜地形に挟まってしまいました。気を取り直してもう一度出発します。今度は引っかかることなく順調に進んでいきましたが、崖を下っているところでタイヤが壊れて動かなくなりました。ツーリングはここまでにしておきましょう。それでは、たくさん走ってお腹も空いてきたので、スライムを用意して燃やしてしまいましょう。燃えるものを集めてきて、火をつけます。いい感じに燃えていますね。よし、スライムも美味しそうに焼けたので食べてしまいましょう。もちろん今回頑張ってくれたスフィアホイールバイクさんにもお裾分けしてあげます。はい、どうぞ。今回の動画はここまでです。面白かったと思ったらチャンネル登録、高評価をしていただけると嬉しいです。リクエストなどコメントもお待ちしていますね。それでは皆さん、ま